散歩日和ですね。この雨でそれ言う今外の気温11度やね。低い。まあ雪こそ降ってないけどって感じだよね。まあそうやね。あと2ヶ月とか早かったらここはもう凍結してるから。今が一番来やすいんかもね。温泉日和じゃない？そうだね。ね目的地は右側です。お疲れ様でした。すごいなんかロッジロッジ。ロッジ風だねこれ。どうやって止めるんだろう。あ、こういうことか。俺らしかいない感じがするわ。そやな。いつでも好きなように入ってくださいみたいなね。あそこの奥確かそう露天風呂だった気がする。玄関出たところにもありますって出て待ちな。じゃあこの辺後で雨止んだら散策できるね。反対だってだからまあいいよそれで。どうもハバネロ温泉のユッケです。ポルです。僕ははいです。はい、今日ははい、今日は湯宿お散歩日和さんに来ました。かちゃんと一緒に。ワンちゃんも泊まれるホテルなんだよね。旅館、ね、そうそうそう。まあちょっと何て言うんだろう、コテージじゃない、ペンション、ペンションみたいな感じになってて。そうだね。なんと平日で今日雨っていうのもあるけど、俺らしかいなかったね。ねえこのオーナーさんも言ってたね。今日はお客様のほぼ貸し切りみたいなそう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 。よかったね。ちょっと今ねまだ雨降ってるから全然お散歩日和じゃないんだけど。全然違うね。お散歩行けないね今日は。ねこの後はやむみたいからね。この後行こうね。今日それ触れてなかったけど和装で。あ、そう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 そはい、着物で来ました。う。ようやくね着物を買ったんでねそうそう、それらしい着物を買ったんで寒いからちょっと一旦変えたけど暑ない。まあしょうがないわな、着物やもんまあね、でもこれで一応夏仕様の着物だからさ、ワンちゃん連れてけるホテルってあるけどケージに入れられたりとかさ、結構多いけど、あれちょっとかわいそうだよね。ねえ、このお部屋の中でね、まあ、ベッドはさすがに乗っちゃいけないんだけど、ベッドダメって言ったね。かいちゃんのベッド持ってきたから今日。ワンちゃんのベッド持ってきた方がいいねここは。でまあベッドが2つあるから間に敷いて寝てもらったらね。でソファーは OK です。そう、ソファーはいいっつったね。だからベッド以外の全部 OK なんだよね確か。そう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 。ベッドと湯船はダメなんだよね。あ、そう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 。だからお風呂まで連れてってまあ、露天風呂とかのところにリードつなげるって言ったね。って言ってたね。あっちゃんあとお風呂行くか。一昨日ぐらいに入ったなお風呂は嫌いやもんな。で一応ね、今日ここはまあ奥飛騨なんで、ああそうだね。まあ、ワンちゃんも泊まれるんだけどちゃんと、天然温泉で、しかも4つあるんかな。内湯が2種類と、であと露天風呂が2種類。まあ木札を取って、で空いてるところに行って、で内側から鍵かけてっていうの、それがもう貸し切りになる。木札があるってことはもう空いてるっていう感じで。ああそうかそうか。それはもう使っていいよみたいな感じで。あそこみたいね。この間の焼きの湯。ああそうだね。あそこもそんな感じだったね。あそこももう近いもんね。すぐそこだから。ああそうだね。確かに。そうだから性質とかどうなのかな。ちょっとそこもね一緒じゃない？後で確認して。そうやね。お風呂場に書いてあるかもしれんしね。で今4時だけど夕飯何時からだっけ？夕飯がね6時半かな。あ、じゃあもうあと2時間半か。腹減っちゃった。じゃあお風呂行きますか。とりあえず夕飯前に1回。そうだね。そうやね。かいちゃんもお散歩行くか1回。お風呂の前にお散歩行きますか。行きたそう。雨降ってるけどな。もうやんだかな。3時間ドライブ頑張ったね。ちょっと休憩したけどな。おやつ食べる？知らない土地でも平気で飲むんだなこいつ。
どこ行くのどこ行くのどこ行くの。この横もペットと泊まれる宿みたいね。霧がすごい。行こうか。すごいな、今日は着物だからもう温泉街感がすごいな。ここはちょっと温泉街って感じじゃないけど、本当だ、ちょっと気になるね。あれやんだね。ちょっとまだ曇ってるけどお散歩日和ではないけど、すごいね、いろいろあるね。ね、でもなんかこの辺はやっぱペンションみたいなのが多いね、旅館というよりは。もう俺らが今日泊まるところもそうやもんな。酒屋さんもあるね。あ、本当だ。あ、いいな。あ、でも小銭持ってきてねえわ。いいね。初めてじゃないかな。6歳にして初めてこんな標高に来たな。大体山育ちの方が楽しいかも。めっちゃ登ってってるもん。自然大好きっ子じゃん。前でも田んぼのところ今日して行き過ぎて落ちたからあ、落ちるよ、また。落ちるよ。危ないよ。まだ登る。後ろ見てよ。天風呂って書いてます。あ、本当だ。まあここもどこらかしくも温泉あるんだろうね。あれじゃない？この間行って焼き鳥じゃない？あ、本当だ。あっちの先から降りてきた。ああ、そういうことか。駅から行く方が行きやすいよ。本当だ、これ焼き鳥じゃん。俺らが入った、あ、ちょうどあそこだね。あ、本当だ。見えないよ。ね、あっち見て、なんか桜とあ、そう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 。桜これだ。もう桜が散ってるね、完全に。落ちたな。で雪山も見えるんだけど、雪山もう今日見えないし。あれさっき来る時は見えてる。ねえ、あいにくの天気です。ちょっとテンション上がってます知らない土地で沢の音とか聞いてグイグイ行こうとしてます。沢の音好きやもんな。おちんと行くよ。今日は特別なご飯あるからな、いつもと違って。3回やから持ってきやすい気がするよ行くよ行くよ行くよにもテンション高い帰ろうか。すんげえ引っ張るやつだ。さあ、お宿の外観はこんな感じです。お散歩。はい、ちょっとベッド取ってから行こうか。あっちの奥になんかね、露天風呂があるらしいんですよ。ちょっと夕飯前に入ろうかな。かいちゃん、かわいいな、お前。ハスハスして浴衣もありましたので、浴衣に着替えて温泉に行きます。着物はね、そのまま行っちゃうとシワになっちゃって、明日帰る時も着るから。やっぱなんかさっきと違うね、この着物。袖が短いからか。ハスハスしてますかいちゃんも一応温泉行こっか。なんで真顔なの君。意外とこんなんか気に入ってるやろ。さっき探検しようとしたもんな
な寂しくなったん？ピッ帰っちゃう。おいで。なんや寂しいのかお前。一緒におるやん。じゃあ露天風呂行こっか。かいちゃんはお金も手風呂入られへんからね。どうやって行くか分かる？どこ行こうか。ちょっと待って。露天楽見看板七かまどつつじ。あ、でも廊下から行く七かまどでいいんじゃない？うん。これ持ってからかな。そっちついてって、かいちゃん。かいちゃんついてって。ここ宇宙じゃない？すげえ温泉の匂いがしない？うわ。温泉臭すごい。すごいね。そっちやね。ここでも足拭きタオルないけどいいのかちょっと。あ、そういうことか。もう出てすぐお風呂でした。すごいなここ。これリードつけるとこあるって言ったけどどこだ？自由に行かないで。それでいい？よくないわな。すんげえ温泉臭。どれ？あ、そのあー、それか。かいちゃんいいね。何みたいな顔してるけど。かいちゃんを見ながらの温泉。海見温泉。かいちゃんは湯船入れません。ワンちゃんも脱衣所まで連れてきていいっていうのはちょっと安心だね。ねえ、本当はちょっと部屋に置いてこようかなと思ったんだけど、部屋閉めた瞬間にもうやったもんね。俺らだけでよかったね今日。あ、そうだね。他のお客さんとか他のワンちゃんいたらちょっと申し訳ないもんね。他の部屋の開け閉めの音とか足音で吠えたりしたらあかんからさ。あ、確かにちょうどよかったわ。貸し切り風呂もあんまり気にしなくて入れるし。すごい硫黄の匂いだね。すんげえ。なんかもう内風呂、前通る瞬間から匂いしとったからさ。あ、確かに。かいちゃん臭いんじゃない？だから嫌がってるのかな。温泉の匂いが？そう。硫黄くせえみたいな。かいちゃんもあと一緒にご飯食べような。初めてやな、この温泉入りながらペットの心配をしなくていいっていうね。え、お寿司はちょっとお留守番だけど、まあ夜はあれお姉ちゃんが様子見に来てくれるから。ああ、最近でも奥飛騨ばっかり来てるね。なんかこれ浮いてる。湯の花か。そう、湯の花って言ってた。すんげえ浮いてるね。次はどこへ行こうか。かいちゃんがでも今回一緒に車で向かってる時、意外と車の後ろで寝そべったりしとったもんな。なんかのんびり過ごしとったから、朝しっかりお散歩だけ行けば大丈夫そうだよ。3時間ぐらいの距離は一緒についてきてくれるのかなっていう感じやな。ここ着いた途端のお散歩めっちゃ楽しそうだったもんね。意外と車好きやけどビビりやもんな。今がクソつまんなそうだけどね。今は何にもする時間じゃないからね。雨当たるの嫌だったら中入っといていいよ。あ、ここの泉質が分かったわ。あ、ほんま？なんか焼けだけ地獄温泉みたいな。何その名前。へえ、地獄谷みたいね。ちょっとそこにこの前行ったさ、焼けの湯があるのに。ああ、あったな。この違う泉質なんだね。そうやね。向こうは硫黄の匂いじゃなかったもんね。傷にも効きそう。ねえ。出た。恒例の源泉絶対熱いやつ。
源泉ねめちゃくちゃ熱いらしいよ。ちょっと下の方から触ってみるわ。この辺で熱いわ。なんか熱すぎてちゃんと加水してるらしいよ。まあするやろね。でもかけ流したからね一応。俺らこう今動画のためにこっちで撮ってるけどさ、まあ、本来入るんだったらあっち側に段差があって、あそこに座ってこの森を見るっていうのが一番いい感じみたいよ。なんか写真上げてる人みんなそんな感じで上げてるわ。そうだね。もう一個もあるけど、もう一個もちょっと後で行ってみようか、せっかくだし。玄関出た左側の方にあるらしいね。一回外履きに履き替えなあかんやつやね。そうここは、あれやね、中の廊下からまっすぐ来てそのままスリッパ履いて出れる。そうだね。宇宙通り過ぎて行く一番奥のところだね。宇宙の匂いすごかったね本当に。おーい大輔すねてる。ケツ向けられてるもん。ちょっと脱衣所のねなんかつなぐところがいまいち分かんなかったけど、まあなんとかつなげたっぽいけど、多分あれで合ってるはず。多分フックだよね。ただリードによってはちょっとどうやって取り付けるんだろうっていう。そう。暑い。こうやっぱ森だから虫とか草木が入ったりするから、最初ビニールのなんか浮いてるやつ熱い。ちょっと待って。どこだったっけな。なんかワンちゃんも入れる温泉ありますみたいなのがあったんだよな。千葉になんかワンちゃんと泊まれるホテルみたいなのあった気がするけど、温泉も入れるの？なんかワンちゃん用の温泉の囲いみたいなのがあったような気がするの。ああそう。なんかでも俺も見たんだよな、そんなようなやつ。次はそういうところ行きたいよね。めっちゃお風呂嫌いだけどねあいつ。なんか客室にあるやつだったな。客室あのバスルームにワンちゃん用の入れるスペースみたいあ。なへえ。感じだったような気がする。ここはもうあれだもんね。ワンちゃんと泊まれるけどワンちゃんはお風呂入れないよっていう感じだもんね。基本的に一緒に入るとなると大変だからね。まあね。洗ったりしなきゃいけないし、拭いたりとかね。乾かしたりするのも大変だからね。犬種によっては。ねまだ芝で乾きやすい方だよ。かわいい。いやー、飛騨牛楽しみやな。今日飛騨牛？行っちゃいました。今日は晩ご飯俺何も聞いてないからさ、このテンションの雰囲気だからどんなもんが出てくるかは全く分からなかったよ。詳しい内容は書いてないけどね。飛騨牛か。飛騨牛です。飛騨のことがあるからな。飛騨もよかったよねあれ。いつまで言うんだっていうぐらい言うけどさあれ超える晩飯ってなかなか出てこないけど、この界隈はでもいい温泉いっぱいあるね。そうやね。この間の小高だとか中尾だとかね。野党とかもあるでしょ、こっちの方確か。あるらしいね。よし。全然こっち見てないかいちゃん、それかいちゃん言うてますけど、僕らちゃん言うてますけど男の子ですからね。そう、男の子です。かいくんなんやなじゃあかいちゃんとご飯食べに行きますか。かいちゃん今日スペシャルディナーやからよかったね行ってきます。温泉分析書。単純温泉、低調性、弱酸性、高温泉。どっかで聞いたな。自律神経不安定症、不眠症、うつ症状。うつ状態。そういうのに効くんだって。泉質別適応症だからどうなんだろう。ちょっと違う。でも冷え症とかにも効くって書いてるね。高コレステロール血症とか、軽い喘息または肺気腫、痔の痛み、いろんなのに効くんだね。健康増進。以上です。これ梅酒なんだじゃこれが梅酒ですかね。よいしょ。ちょっとそっち行って。かいちゃん準備したの。
はい乾杯。すぐ下にくちゃくちゃって。前菜たちうまそう。マヨネーズとホタルイカとわらび。じゃあわらび食べよう。わらびうまそうやな。ねえうまそう。おかかがいっぱい乗ってる。いただきます。うまっ。うまい。シャキシャキ。へえ。うまいよね、ホタルイカ。うまい。濃いめの味。甘辛い味付け。いいね。めっちゃえぐいの出てきたんだよ。生地から作ってる自家製ピザって言ったら。ねえうまそう。いきます。ピザ。うまそう。うまそうそれ。うまっ。チーズ垂れてる。めっちゃ厚めのソーセージ入ってる。へえ。どこに？これか。へえ。そうなのかな。うまっ。オリーブも入ってうまそうやね。これが早く食べたいな。ちょっといつもと違うとこに来て人見知りが発動してるな。あんま外じゃ吠えないのにな、かいちゃん。緊張してんの？うわいい音鳴っとるわ。いい音。世界で一番いい音これ。かぼちゃちょっと火通ってるから先に出しとこう。鮎の塩焼きも来ました。女性ばかりだね。タですね。タです。タです。タで食べって何回も言うんだあいつ。うまそう。たけのこのお吸い物と自家製の赤かぶの漬物。はい、ありがとう。うまそうです。パンもさ、食べに行きたいわ。ちょっとたっぷりつけてね。いただきます。ちょっと焼肉のタレみたいな味じゃない？でもなんかステーキソースって感じで。うまい。タデスをちょっと染み込ませて。うまっ。うまい。タデスが効いてる。めっちゃ肝のとこ食っちゃったけど。すごい。ほうじ茶パフェとちょっと待って、それ何？かいちゃんが食べれるようにワンちゃんのプリンだって。すごいね。かぼちゃと豆乳と卵で作ったプリンだって。ワンちゃんのデザートも出してくれる。一口食べてみる？ダメだよ、癖になったら。そうだよ。今日だけのこれご褒美メニューだな。ご褒美メニューだからね。余ったら明日の朝食べればいいよって言ってたから。冷蔵庫冷やしてねって。かいちゃんよかったね。よし、いいよ。ちゃんとかいちゃんのアレルギーに引っかからないようになってるから。ちゃんと食べな。めちゃ食ってる。あ、本当。イエスイエついでにお薬も食べていいよ。うわ、残しちゃった。そちらは軽井沢のいちごでございます。ほんまに？さっき言ってたよ、それって。うまい。この下練乳になってんだ。マジか。練乳のシャーベット？マジ？練乳アイス？今どこだこれ？わかんないな。あ、これじゃない？あ、違うか。あ、これだ。8番。これ？あ、これか。それだね。そっから鎌倉祭り。今ないやろ。星の鐘とかはあるよ。あ、
と逃走。おお、湯煙。あそこ何があるんだろ行ってみようか。うね乗せたのぐるっと回ってみる。え。案内板がある。ああ、でもこうやって見ると結構あるんだね。へえ。今こう上がってきたのかで、滝沢でなんか陸高校林間学者だってこれ。あ、そうなんだ。あ、で、あっち行ったらうちのペンション。うちのペンション。どっち？うちのペンション。あ、すごい。洋酒。ああ、洋酒。いい欧州。泊まってる人いそうだね。ねえ。多分この辺結構人気なんだろうな。たまたま俺らのところはペット同伴じゃないと来れないから敷居がちょっと高いんだよね、多分。ここもだってついてる。ねついてるイコール多分泊まってる人がいるってことですね。え。うん。おお。湯煙。すごいこれ。あ、洋酒。すんげえいいよ。すんげえいいよ。うわー、すごいね。すげえな。うわー、湯煙にうわ巻かれて。ー、すごー。すごっ。すっげえ。巻かれたね。ねえ。はい、じゃ臭くなかった。ああ、これ内湯に来ました。内湯はちょっとね、普通の浴槽っていう感じなんですけど、体を洗うときはね、内湯しかないみたいなんで、ボディーソープとかシャンプーとか、その辺は内湯の方にしかないんで、一応まあ、お宿に来たときに七かまどが出して、あっちの露天風呂入ってたんで、また朝風呂、後で朝起きたらユッケと一緒に行きたいと思います。さあ、体洗ったんで入りますか。暑いわ。これ多分水足せるようになってるんだよね。多分足さないところ無理だわ。さすがに暑い。いくらね、外は冷えてるからといって内湯はね、ダメよこれ。とりあえずこの源泉がすごい熱いんで、ちょっとね、水を足して冷ましてからじゃないと入れたもんじゃないから。なんかさっきオーナーさんが言ってたけど、今日は源泉90度あるらしいんで、普段はなんか7、80度ぐらい、それでも暑いんだけど、これはね、やばいっすわ。いや、温まるな。足湯でいいかなっていう、足湯で満足できるレベルのあったかさだからな。すごい、水で薄めたけど硫黄の匂いは全然残ってます。さすが地獄温泉。でも思えばあれですね、ハバネロ温泉では一人でこの使ってるとこ撮るって初めてかもね。いつもどっちかが入ってるとこ撮るとかそういう感じはあったけど、基本的にはね、全体カメラで撮ってるんで、ちょっとここ内湯だからなんか見栄えがいい感じじゃないんだけど、でもね、こんな感じでね、源泉が常に供給されてるんで、いやー、いいですよ。匂いがすごいな。硫黄の匂いって何なんだ。納豆と一緒だよな。臭いけどいいみたいな、そういうのありますもんね。少し前なんですけど、多分この動画が上がる頃には多分先にもう上がってると思うんですけど、高山に行ったんですよ。
で高山でちょっとグルメリポートみたいな感じでいろいろ食べ歩きとか回ってで最後になんだっけあれ手長足長だっけなっていう名前のラーメン屋さんに行ったんですけど、高山ラーメンとか有名でそこは高山ラーメンとかも有名なんですけど、飛騨牛の御膳とか結構御膳シリーズが揃っててでユッケが高山ラーメンあんま食べたことないっていうんで、その日は一応高山ラーメンのセットを2人とも頼んだんですけどで自分が、牛すじ飛騨牛すじ高山ラーメンと小鉢のセット、ユッケの方が、普通の高山ラーメンのセットで注文して来るの待ってたんですけどで先にユッケの、商品が来て、先食べるわみたいな感じで食べててでその次に俺のやつが来たんですけど来たのが飛騨牛の朴葉味噌豆板御膳みたいなめちゃくちゃ多分高いやつが来てで、とっさに「違います」って言っちゃったんですけどでそれで店員さんがそのままね持って帰ってこれどこだろうみたいな感じになってたんですけどでその後に冗談ですけどねあれそのまま食べといたらよかったなみたいな感じで、冗談半分で言ったら隣に座ってた方がすっごい鬼の形相で睨んできてでその方もう届いてるんですよ自分のメニュー自分の頼んだメニューテーブルに置かれててでただ一切手つけてないんですねでずっと膝に手を置いたまんまテーブルの料理を見てるんですけどこれどういうことと思ったら、どうやらそのさっき俺のところに運ばれてきた御膳がその方のだったみたいででそれでもうめちゃくちゃ俺が言ったことですごいご立腹だったみたいでそうめちゃくちゃ怖かったですこれ良かったと思って店員さんがもうちょっとでも遅かったらもうフォークで俺腕とか刺されたかなとか思ってめちゃくちゃ怖かったんですけどストップを使ってみますかめっちゃ温まるわこれ暑すぎてね今日寒いからいいけどこれいつもあんまり自撮り慣れしてないのでどこ見ればいいんだろうと思うんだけどカメラの位置多分ここだろうなって分かってんだけど今何分ですとかそういう表示の方見ちゃうこの界隈って温泉街とかでもないんでやっぱりちょっと隠れ家的な感じになってるんで結構穴場ですよ、でもそれでも今日平日だけど俺らの来てるここはペット同伴じゃないと泊まれないとこなんでちょっと特殊なんですけどそれでもね他のペンションとかも結構4台45台ぐらい泊まっててねでも空いてるところは空いてそうなんで結構平日土日とかはどうなんかなちょっと土日祝日は分かんないんでねまた行った方がいたら教えてください、泉質はねすごい好きな泉質ばっかなんで下穂高温泉とかこの前行った焼けられる、とかここまた違う地獄温泉、どれもいいもう甲乙つけがたいんで